こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は今年の3月末から万年筆の練習のために始めた日記が半年間続いたので、続いたコツと最近使っているものを紹介していきます。今年の3月末に万年筆の練習がてら日記を始め、過去2回ほどね途中経過を動画でも紹介してきました。初期に比べたら少しアイテムが増えたりとか、書く内容もねだいぶパワーアップしてきたので、これから万年筆を使ってみたいって考えている方とか、あとは日記が続かずにね挫折しちゃったという方がいたら、ぜひね最後までご覧ください。ではまずは3月末から10月の上旬頃まで使っていた日記帳を紹介します。緑の MD ノートライト A7 サイズ方眼形3冊組で550円。左にイラストと、あと右にちょっと文章を書くフォーマットで日記をスタートしました。日記が続いた理由の一つに、この小さめ薄めのメモ帳を使ったことがあるかなと思っています。1冊あたり48ページなので、毎日書けばだいたい1ヶ月半、サボりつつでも2ヶ月ぐらいで終わる想定で、私は3冊が半年ちょっとかかったので、1冊あたり2ヶ月ほどで書き終わったことになります。今日何もなかったなとかっていう日とか、あとどうしても書く気にならない、書くのがめんどいなっていう日でも、そもそも書き込む面積が小さいので、あんまりね頑張らずとも書き終わります。なので記録がない時でもささっと一言だけ書いておくかっていう感じで続けられました。またね、書くことがスペース的にも限られているので、数日サボってもね後日なんとかまとめて書き出すっていうこともできました。続く自信がない方は1ヶ月くらいで書ききれるメモ帳とかでちょこちょこ達成感を味わうのがおすすめです。そして今月10月からはこちらの英語サイズ MD ノートジャーナル1日1ページ2530円を使っています。今まで使っていたのは A7 サイズだったので、実に4倍のサイズです。で、1年分かける368ページなので、かなり分厚めの日記帳。書き込む面積もページ数もね難易度がかなり上がってます。なぜこんなに難易度上げちゃったのか未だに自分が信じられないです。分厚くても特殊な製本方法で喉部分もね盛り上がりがなく書き込みやすいようになっています。ただノートの最初と最後の方はノートの厚み自体による段差が結構きつくかかってるので、ノートパソコンを下に挟み込んで高さを出してね揃えて使っています。私はねイラストを描く前提なのでドット方眼タイプを使っていますが、メーカーからはね無地タイプも出ています。また1年は無理じゃないかというね冷静な判断が下せる状態であれば、こちらの半年タイプを多分使っていたんじゃないかなと思います。さらにねもっともっと冷静な判断ができていれば、この半年タイプはブロック方眼タイプっていうのがあります。今まで使っていた A7 サイズと同じサイズで区切られているので、こちらを選んでいたのが正解だったんじゃないかなと思ってます。初めて日記帳をね使い切ることができて、テンションがね上がっていた結果、1年分かつ今までの4倍の面積に書き込めるノートを購入してしまったので、頑張ろうと思います。ここまでで日記が続いた理由として、書く面積が狭かった、1冊のページ数が少なくて達成感をちょこちょこ味わえた、あとは自分の中で毎日じゃなくても OK、 後日数日分まとめて書いても OK などのルールを作ったことを挙げましたが、他にも朝の方が時間があるから朝に書くようにしたりとか、あとトゥードゥーリストに毎日日記って書いて消化したっていうのがあります。で、他に主な理由は書き心地のいい紙と万年筆に出会って書くこと自体を楽しめたから。使っているのはカベコのコレクションスムースセージというものを使っており、ペン先は EF 極細字というタイプを使っています。このね万年筆が本当にとても書きやすくて、言い方ね多分ちょっと間違ってはいるんだと思うんですけど、書き心地がほぼボールペンみたいな書きやすさをしていて、小さい文字もね書きやすく扱いやすかったです。また MD 用紙という書くを楽しむがねコンセプトの紙なので、筆記具を選ばずに滑らかに書けるし、裏抜けもなし、道具を使いこなしたり使い込むっていうことで楽しめたんじゃないかなと思います。日記帳を変えてからは最初の数日は今まで通りこんな感じでイラストと文字だけで書き込んでいました。
で、さすがにね、書く内容に困るので、今日あったいいこと3つと1日1学びというか、そういう感じでなんか学んだことを書いています。で、途中からせっかくこんなに面積広いなら写真も貼りたいとか、あとそういえば買って使っていなかった面白いペンがあったから、それをここで試してみようかなっていう感じで、徐々に日記帳の内容がパワーアップしています。で、そこに使っている文房具を紹介していきます。まずは写真を印刷しているのはこちらのキヤノンインスピックというものです。値段忘れちゃったんですけど、紙とかついて1万ちょっとだったと思います。で、スマホアプリ経由でプリンターにデータをこんな感じで送るだけで印刷ができて、特殊な紙を使っているのでインクが不要で、インクの買い足しとかがね不要なので管理もすごく楽です。チェキみたいな感じではなく紙に印刷されているので、ハサミでね好きな形に切ることができます。で、裏面はシールになっているので、そのまま日記帳に貼り付けることもできます。私が持ってるインスピックは数年前に買ったもので古い型なので販売終了しているようでした。ただ新しい型がね発売されているっぽいので、気になる方はぜひそちらをチェックしてみてください。前からインクがね多めに出る万年筆を使った時に乾く前に手でね吸ってしまうっていうことが多く、前回の万年筆動画でねそういうことをポロッとこぼしたらコメントで吸い取り紙の存在を教えてもらいました。ということで L 版吸い取りスタンプ3300円を購入し、今愛用しています。書き込んだらこの吸い取りスタンプをスイングさせて乾いてないインクを吸い取りさせます。この後ね紹介するインクを多く使う装飾ペンで描いた線とか文字とかイラストもうこれで吸い取りながら書き込むことができるので、インクをね手で吸っちゃうミスが断然減りました。このピンクの紙は使い捨てなので汚れてきたら本体から取り外して交換します。この紙しっかりしているので私は裏表使ってから捨てています。ちょっとね本体がかさばるのがねネックではあるんですけど、日記帳自体をこうどっか他にね持ち出すこともないだろうし、今使っているポーチにも収まるので、これでいいかなと満足してます。こちらも日記帳が大きくなったので装飾として使い始めたパイロットパラレルペン1本1320円です。オレンジのキャップの方はペン先が 2.4mm の板状になっていて、ブルーのキャップの方は 4.5mm の板状のペン先になっています。インクはね万年筆のカートリッジ式と同じ方式でギュッとやると出てくるタイプでした。1年くらい前にね買って全然使っていなかったものを引っ張り出して使い出したので、まだねいろいろと使い方を模索している最中です。ペン先はパイロットと書いてあるパーツを上にして持ってゆっくり横に引くと太い線が描けます。そして角を使いながら描くと細い線も描けます。多分ねカリグラフィーなどをね楽しめるペンなんだと思いますが、私はねまだまだちょっと練習中です。だいたい書き出しとかね途中で線がねかすれちゃったりするので、これからね上手くなっていけたらいいなと思ってます。インクは最初に購入するときに2色入っていました。インクが違うペン同士をペン先くっつけて混ぜることでグラデーションを楽しんだりすることもできるみたい。できることがね多いとねなんかちょっと使いこなせてないっていうので気持ちが焦るんですけど、これからほぼ毎日使っていくのでちょっとずつ上達できるように楽しんでいきます。でこの試し書きもね日記帳と同じ MD 用紙使ってるんですけど、このインクドバドバ出る系のペンも裏抜けなしで安心して書き込めています。他にはカベコの万年筆に使える周辺アイテムを買い増ししています。まずはこちらのインクカートリッジミッドナイトブルー6本入り550円です。あとはクリップですね。スポーツ専用クリップ660円。これ1本とノートで出かけたい時っていうのはね結構あったので、クリップがあれば便利だなと思って購入しました。若干外れやすいのでバッグの中のポケットとかノートに挟んでバッグの中に入れるような使い方をしています。そろそろね新しい万年筆も欲しいなと思っているんですが、なかなかゆっくり選びに行ける時間がなくてちょっと悩み中で、そんな中日経ウーマーさんにお声掛けをいただき、最近発売のね注目文房具をセレクトさせてもらったんですけど、その発売号の付録がローラーシュレイの万年筆でした。
付録すごい豪華ですよね。インクもね、カートリッジがついていて、すぐに使えます。ペン先は M 字で、日頃愛用してるね、EF より太いんですけど、インクの濃淡楽しめるし、本体にね、重みがあるので、ペン先がブレにくくて使いやすかったです。EF のペン先しか興味なかったんですが、次はね、M 字かもうちょっと太いやつもね、気になるなと思ってます。そんなこんなで不定期の万年筆デビューのその後のお知らせでした。来月からヨーロッパにちょっと旅行に行くので、これだっていうね、万年筆に出会えたらいいなと今からね、ちょっとワクワクしています。もしちゃんと出会えたら動画にしますね。最後までご覧いただきありがとうございます。おすすめの万年筆などあれば、ぜひコメントで教えてください。またねー。